はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、ジャブラのエリート5、こちらをですね、紹介していきたいと思います。このジャブラエリート5は2022年9月2日に発売されたモデルとなっていまして、これまで発売されていたエリート4アクティブとエリート7シリーズの中間に位置するモデルとなっています。エリート7よりも下位モデルという位置づけなんですけれども、これまでのジャブラだと多様コーデック SBC と AAC だけだったりとか SBC と aptX だけって感じだったんですけども、こちらは SBC、AAC、aptX の3つにですね対応していて iOS でも Android でも使いやすい1台となりました。さらにこれまでですねノイキャンはエリート7シリーズやエリート4アクティブなんかですとフィードフォワード式のノイキャンとなっていたんですけども、こちらはフラッグシップモデルのエリート 85T と同じハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されていたりなんかして、もともと完成度が高いということで評判だったジャブラのシリーズがよりですね完成度を高めてきたモデルとなっています。ただ最近のジャブラってエリート3、エリート4アクティブ、それからエリート7シリーズなんかがあったりして結構ですねラインナップが細かくなってきて、どれをですねどう選べばいいかっていうのもわからないと思うので、今回のこの動画ではいつものようにですねエリート5のレビューを細かくがっつりやっていくというよりかは、現行のラインナップと比べていってどういう人はどれを買ったらいいかというところについてご紹介していければと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まずは、ジャブラエリート5のスペックや価格を細かくご紹介していきたいと思います。エリート5はノイキャンや外音取り込みに対応していまして、冒頭でもご紹介した通り、ノイキャンはハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されています。ワイヤレス充電にも対応しています。片耳のイヤホンでの使用も可能なんですけども、片耳で使用した時ですね、SBC と AAC で接続されている時は、モノラル再生でちゃんとなってくれるんですが、aptX で接続されていると、私の環境ですとステレオ再生になってしまいました。そのため、iPhone で使用している方は普通にですね、使っていただければ、モノラル再生になるんですけども、Android で使用している方ですと、Android の設定からですね、AAC に設定していただくということが必要になってくるかなと思います。で、マルチポイント接続にも対応していて、で、対応コーデックなんですけども、SBC、AAC、aptX となっています。ドライバーは 6mm のダイナミックドライバーが搭載されていて、充電時間なんですけども、約3時間となっています。バッテリー持続時間は、ノイキャンオン時が最大7時間、イヤホンケース併用で最大28時間、ノイキャンオフ時はイヤホン本体で最大9時間、イヤホンケース併用で最大36時間となっています。サイズは記載の通りとなっています。カラーなんですけども、今回ご紹介するゴールドベージュとチタニウムブラックという2色展開となっています。重量は記載の通りなんですけども、十分ですね、軽めのイヤホンとなっていて、イヤホン防水規格は IP55 となっていて、充電ポートは USB-C。保証期間はジャブラ製品みんなそうなんですけども、アプリから登録していただくと2年間となります。その他としましては、アプリによるファームウェアのアップデートやイコライザー設定などにも対応しています。脱着センサーも搭載していますので、音楽の自動再生や一時停止も行うことが可能です。Google ファストペアや Microsoft Swift ペアに対応していますので、簡単に Android 端末や Windows 端末と接続することが可能です。あとは Spotify アップというですね、イヤホンのボタンを押すだけで Spotify を簡単に立ち上げてですね、再生することができるという機能も搭載されています。価格なんですけども、現在 Amazon で 16,800 円となっています。発売当初は 18,000 円ちょっとしたんですけども、すでにちょっとですね、価格が下がってきているという形になってますね。スペックをですね、一通りご紹介してきたんですけども、他のジャブラのですね、現行の機種と比べて、スペックがですね、どうなのっていうのが気になる方多いと思うので、こちら表にしてまとめました。全ての項目ですね、表示しているわけじゃないんですけども、ピックアップして表示しています。こちらの表ですね、一番左に今回対象のエリート5、エリート7シリーズの代表として、私がですね、推しているエリート7アクティブを表示しています。その次にエリート4アクティブ、エリート3、それからフラッグシップモデルとはなっていますけども、ちょっとですね、2年ぐらい前のモデルになっちゃうので、一番右にエリート 85T を表示しています。表を見ていただくと分かる通り、ノイキャンや外音取り込みについては、エリート3は対応していないんですけども、その他ですね、今回のエリート5含めて対応しています。その中でも、エリート 85T と今回のエリート5は、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されていて、イヤホンの外側で音を拾ってノイキャンを行うフィードフォワード方式のものと、イヤホンの内側のマイクで音を拾ってノイキャンを行うフィードバック方式のノイキャンのですね、両方に対応しているというものになっています。これによって、上位機種のですね、エリート7アクティブに比べても、ノイキャンの機器はですね、若干ですが強くなっているかなと感じます。で、ワイヤレス充電には、下位モデルのエリート4アクティブやエリート3は対応していませんが、その他は対応しているという形ですね。で、片耳のイヤホンのみでの使用なんですけども、このように基本的には対応しているんですけども、2020年のモデルだったエリート 85T は右耳のみですね、可となっています。で、エリート5は丸になっていて、モノラルとしていますけども、先ほどご紹
紹介した通り、aptX で接続すると私の場合はステレオ再生になってしまったので、片耳でイヤホンを使いたくて、モノラル再生で聞きたいという方は、それぞれの機種ですね、設定で aptX を使わずに AAC で使うという設定ができると思いますので、そちらでやっていただく必要があります。マルチポイントも Elite 5より上のモデルは対応していますね。それからですね、注目していただきたいのは対応コーデックですね。先ほどもご紹介しましたが、Elite 7シリーズや Elite 85T は SBC と AAC のみ。下位モデルの Elite 4 Active や Elite 3は SBC と aptX のみとなっていて、どちらかといえば下位モデルは AAC がですね、対応していないので iPhone とか iPad なんかではちょっと使いづらいなという部分があったりとか、Elite 7 Active や Elite 85T は aptX 以上のですね、コーデックに対応していなかったので、若干ですね、心もとないというところがあったんですけども、Elite 5はついに AAC にも aptX にも対応したということで、こちらはですね、嬉しい変更なんじゃないかなと思います。このジャブラのですね、これまで aptX に対応してなかったりとか AAC に対応してなかったりっていうのは、どうやらデンマークの方ですとあんまりコーデックにですね、こだわる方っていうのは少ないようで、あまり重要視していなかったということのようで、充実していなかったようです。充電時間なんですけども、ここに関しては Elite 7シリーズに比べると、今回の Elite 5はですね、若干長くなっていますね。バッテリー持続時間もノイキャンオン時には Elite 7シリーズにはちょっとかなわないですけども、ノイキャンオン時に7時間持つということで、個人的にはノイキャンオンでですね、7時間持てば十分だとは思っているんですけども、本当にですね、8時間以上がどうしても必要だっていう方ですと、Elite 7シリーズを選んでいただくことになるのかなと思います。重量に関してはこんな感じになっていまして、上位モデルの Elite 7シリーズよりは軽くなっています。Elite 5を他の機種と比べた時に、ちょっとね、劣っちゃってるなって感じる部分がここじゃないかなと思うんですけども、イヤホンの防塵防水規格の部分ですね。Elite 5は IP55 ということで、雨とかですね、ちょっと水に濡れるぐらいだったら大丈夫な防水規格をしているんですけども、Elite 7 Active とか Elite 4 Active のように IP57 というですね、水洗いできるような防水性能はないということになっていますので、どうしてもですね、運動で使って汗がですね、よくつくから水洗いしたいという方にとっては、ここはですね、気になる部分かなとは思います。価格はですね、2022年9月19日現在の Amazon の価格をですね、みんな引っ張ってきたんですけども、Elite 5は1万円台で購入できるのに対して、Elite 7シリーズは2万円以上するというモデルになっています。Elite 4 Active と Elite 5は3000円ぐらいの差がありまして、この価格とですね、スペックを見比べていただいて、どう取るかという部分になってくるかなと思います。で、Elite 7シリーズは現在2万円以上するんですけども、一時期もっと安くてですね、1万5000円ぐらいまで値段が落ちていた時期があったんですが、この Elite 5が発売されたっていうのもあってか、今はですね、高めの値段となっているなという印象を受けます。Elite 5が発売されたことによって、Elite 7シリーズが以前のその1万5000円ぐらいの価格までまた落ちてくるってことは多分もうないんじゃないかなと思うので、その時に買えた方はですね、ラッキーだったかなとは思うんですけども、もし1万円台でジャブラのイヤホン欲しいんだったら、Elite 4 Active か Elite 5という選択肢になるんじゃないかなと思います。このようにですね、他のジャブラの機種とスペックを見比べてみても、Elite 5の方がですね、上位のですね、Elite 7シリーズに比べても上回っている部分っていうのもありますし、他の機種と比べてもスペック面で下回っている部分っていうのは先ほどご紹介したイヤホンの防水規格の部分がちょっと引っかかるかなと思いますけども、イヤホンをですね、水洗いしたいっていう方じゃなければ、そこはですね、無視できる部分でもあるかなと思いますので、こうやって見比べてみてもですね、かなりスペックが高くて完成度がですね、高い、死角のないモデルに仕上がってるんじゃないかなと思います。はい。ということで、ジャブラエリート5の外観を見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じになっていて、エリート 85T だったりとか、それからエリート4アクティブですね。この辺と近いケースになっています。ただ、下位モデルのエリート4アクティブよりも見比べてみると、厚みが薄くなっていて、若干ですね、コンパクトになっているのがいい部分かなと思います。で、前面にですね、こんな感じでジャブラのロゴが印字されていて、インジケーターがついています。で、裏に USB-C のポートがついているという形ですね。下の面にチンのロゴがついていますけども、こちらからワイヤレス充電をすることができます。で、イヤホンケースを開けてみるとこんな感じですね。イヤホンの形状としましては、下位モデルのエリート4アクティブとか、エリート3と同じような形状になっていて、こんな感じのですね、三角の形状になっています。サイズ感としましては、上から見た感じだとエリート4アクティブとほとんど変わらないぐらいですね。厚みとしましては、エリート5の方がやっぱり分厚くなっています。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載しているということで、これぐらいですね、厚みが違ってきますね。で、上位モデルのエリート7アクティブと比べてみ
見るとこんな感じになっていて、サイズ感的には上位モデルのエリート7シリーズの方がコンパクトですね。かなり小さくなっていて、耳に収めた時もやっぱりですね、こちらのエリート7の方がより耳にしっかりと収まるなっていう感じはしています。厚みもこんな感じで、エリート5の方が分厚いかなという形になっていますね。こんな感じで若干ですね、やっぱハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載したことによって、イヤホン自体は若干大きくなってはいるんですけども、それでも他の完全ワイヤレスイヤホンに比べればそんなにですね、めちゃくちゃ大きいっていうほどでもないかなと思います。ジャブラはですね、どれもそうなんですけども、タッチセンサー式じゃなくてボタン式になっていて、カチカチと押し込める仕組みになってますので、イヤホンのですね、タッチ操作のミスなんかはないかなと思います。で、裏に行きますとこんな感じですね。LR の表記とこの黒いボッチが脱着センサーになっていて、これによって音楽の自動再生や自動一時停止を行うこともできます。質感なんですけども、質感はですね、結構安っぽいプラスチック感って意味だとそんなにないんですけども、結構サラサラしていて、手がですね、乾いているような方ですと若干ですね、滑りやすいのかなっていう感じはしています。イヤホンケースから取り出す時っていうのは十分ですね、出っ張りがあって取り出しやすいんですけども、耳から取り外す時に若干ですね、滑っちゃうかもなーっていうので、ちょっとですね、心配になっちゃったということがありました。エリート7アクティブとかですね、エリート4アクティブは上の部分がですね、シリコンっぽくなっていて、耳にですね、しっかりとフィットされて落ちにくいっていうのが売りだったんですけども、エリート5はそういう加工は施されていないので、運動でもですね、十分使えるような装着感にはなってますけども、アクティブとつくエリート7アクティブやエリート4アクティブに比べると若干ですね、装着感としては落ちるのかなっていう感じはしています。はい、続きまして音質についてご紹介していくんですけども、音質はジャブラなだけあってやっぱ綺麗な音してますし、特にですねこのエリート5は定義感がですねかなりあるなと思ってまして、耳のですね右の方から聞こえるとか左の方から聞こえるみたいな定義感がよりですねしっかり感じられる音質になっているなと思いました。音の傾向としましてはめちゃくちゃ低音が強いっていう感じではないんですけども、上位モデルのエリート7シリーズやエリート 85T に比べると若干ですね低音が強めな音になっていて、いろんな方に好まれる音質に仕上がってるんじゃないかなと思います。音質がですね若干気になるなっていう方ですと、アプリの方でこれまで通りイコライザーはですね自分でこんな感じで手で触ってですね調整もすることもできますし、プリセットがですねデフォルトのニュートラル含めて6つ用意されていますので、こちらで調整することも可能となっています。他のですねジャブラのシリーズとの比較としましては、ジャブラのイヤホンで下位モデルのエリート3やエリート4はどちらかといえばドンシャリ傾向の音で低音がですね強くなっていて、上位の方に行けば行くほどよりですねフラットな音質だなという印象を受けているんですけども、このエリート5はちょうど真ん中ということでですね、低音にも寄りすぎずフラットすぎずちょうどいい塩梅の音に仕上がっているなと感じています。ただ他のモデルも極端にですねフラットすぎるとか極端に低音が強すぎるっていうモデルではないので、ある程度ですねイコライザーで調整すればどのイヤホンでも同じような音に近づけることっていうのはできると思うんですけども、その中でもですねよりバランスの取れた低音域から中音域高音域までですね、バランスの取れた音に仕上がってるんじゃないかなと感じています。それからノイキャンについてなんですけども、エリート5はエリート7 Pro やエリート7アクティブには搭載されていなかったハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されているということで、ノイキャンについてですね気になっている方もいらっしゃると思うのでご紹介していくんですけども、ノイキャンに関してはやっぱりですねハイブリッド ANC が搭載されているということで、エリート7シリーズよりは若干ですね強いのかなと感じています。電車乗っていたりなんかのですね音なんかがよくそうですね軽減してくれるなと思っていて、十分なノイキャン性能はあるかなと思っています。ただ電車やですねバスの走行音だとかアナウンスの音っていうのが完璧に聞けるっていうほどではないので、そこはですねハイブリッドアクティブノイズキャンセリングだからエリート7シリーズよりももう段違いに強いとかそういう感じはないかなと思います。比べてみた時に若干ですけども強いのかなっていうぐらいで、エリート7シリーズを持っていてハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されているからエリート5に乗り換えるかで悩んでいる方でしたら、私としてはそこまでお勧めしないかなという部分ですので、そのままですねエリート7シリーズを使っていただくというので十分なのかなと思っていますね。それから装着感についてもですね他と比較していこうと思うんですけども、先ほどもですね外観のところで若干ご紹介しましたが、こちらのエリート5っていうのは若干他のイヤホンに比べると厚みが増しているということもありますし、エリート4アクティブやエリート7アクティブのようなこのですねイヤホンの側面の加工っていうのが、シリコンみたいなもので覆われたりしていなくてつるっとしたですね仕様になっているので、装着感ですね全然悪くないですし、耳から落ちてしまうとか長時間つけていて耳が痛くなるっていう部分はなかったんですけども、エ
エリート4アクティブやエリート7アクティブに比べると若干落ちるかなという感じがしています。運動するんだったらそちらのですね、アクティブとついているモデルを買っていただいた方がよりですね、安心して運動なんかもできるかなと思うんですけども、ジャブラのイヤホンって、どのシリーズを買っていただいても耳から落ちちゃうっていう心配はですね、全然しなくてもいいぐらいしっかりとですね、装着できますし、フィット感もいいので、安心はできるかなとは思っています。で、装着したところですね、写真で撮るとこんな感じになっていて、エリート7シリーズなんかに比べると若干大きいっていう話をしましたけども、これぐらいですね、耳に余裕があって、この下の方とか、この右の端の方ですね、この辺も余裕がありますので、耳のサイズがですね、そんなに大きくない方でも十分ですね、装着できますし、耳がですね、圧迫されて痛いっていうことも少ないのかなと思っています。ただ前から見るとこんな感じに見えまして、やっぱりですね、厚みがちょっとある分だけ耳からは若干ですね、外にはみ出てしまうという感じに見えるかなと思います。他のエリート7アクティブをですね、装着した時の写真もですね、今出しておくんですけども、こんな感じで耳からですね、ほとんどはみ出てないということがあって、ここはですね、エリート7シリーズに比べると若干気になる部分かなとも思います。このようにですね、耳からはみ出てるイヤホンって風切り音なんかが気になったりすることって結構あるんですけども、このエリート5に関しては風切り音はほとんどですね、気にならなかったので、そこはですね、良かったのかなと思いますね。さすがジャブラのイヤホンだけあって、そこはですね、しっかりと作り込まれているという感じがしましたね。ジャブラといえば、どのイヤホンもですね、通話品質かなりいいという評判ですので、今回もですね、通話品質についてもご紹介していきます。今回はですね、2パターンのですね、通話音声録音をしまして、1つ目が静かな部屋でエアコンだけついているという状態での通話音声を録音したもの。そして2つ目が、結構私のですね、家の中ではうるさい家電の除湿機の目の前で喋っている場合の音声を録音していますので、そちらですね、2パターンお聞きください。まずは静かな部屋での通話音声を録音したものがこちらです。はい、こんにちは。こちらは Jabra Elite 5とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側の音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。続きまして、結構うるさい除湿機の前で通話音声をですね、録音した時の場合がこちらになります。はい、こんにちは。こちらは Jabra Elite 5とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。今、私の目の前では除湿機がですね、音を立ててなっていて、スマホの騒音測定器で測ると45から50デシベルほどの騒音が鳴っている中での音声収録となっております。はい、いかがでしたでしょうか。どちらもですね、綺麗な音声、さすがジャブラだけあって聞こえてるなと思うんですけども、除湿機の前で撮った時の場合は、音がですね、若干小さくなっちゃうのかなという感じがしました。これはですね、エリート7 Pro なんかで実験した時も、同じような感じだったんですけども、周りの音がうるさいと、その音をですね、消した状態で相手に届けるためなのか、私の声自体も若干小さくなっちゃうということが見受けられますね。ですので、周りがざわざわした環境で喋る時っていうのは、はっきりとですね、音を出してあげると、よりですね、相手にしっかりと声が届きやすいのかなと感じがしました。はい、ということで Jabra Elite 5のレビューというかですね、他のイヤホンとも比較しながらご紹介してきたんですけども、気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になった部分の一つ目なんですけども、aptX で使用すると片耳で使用した時にステレオ再生になっちゃうという部分がありました。AAC にしておけばモノラル再生になりますので、 iPhone で使用する方は何も設定しなくても自動的にモノラル再生になりますけども、 Android 端末でですね、使用する方でもし片耳でですね、モノラル再生にしたい時っていうのは、私のスマホの場合ですと、開発者向けオプションというところから Bluetooth コーデックをですね、aptX ではなくて AAC でつなぐっていうようにですね、変更してあげないとうまくですね、モノラル再生にならなかったので、そこはちょっと注意かなと思います。私はですね、あんまり片耳で使用してですね、モノラル再生聞きたいっていうパターンがないので、あんまり気にはならないんですけども、結構ですね、コメント欄なんかを見ていると、片耳で使用できるのかどうかって気になる方ってですね、結構いらっしゃるので、そこはちょっと注意かなと思いました。片耳で使用したけどモノラル再生にならないって困っている方は、その設定をちょっと調べていただいて、設定してあげるといいんじゃないかなと思います。気になった部分の2つ目なんですけども、先ほどもご紹介した通り、このエリート5っていうのはこの側面がですね、割とつるっとですねしていまして、今の時期みたいに結構湿度が高い時期だったらまだいいかもしれないですけども、これから冬になってきて、手がですね乾燥してきたりとか、もともとですね乾燥しやすいタイプの方ですと、耳からですねこう外そうとした時にちょっとですね若干つるっとですね滑ってしまうかなという感じがありました。私もですねそんなに手が乾燥しているってほどではないんですけども、耳が外そうとした時にですねちょっと滑って落ちちゃうかもなという感じがしたので、しっかりとですねつまんであげるっていう意識をですねしていたんですけども、そこですねちょっと気になりましたね。で、最後のですね気になった部分なんですけども、
イヤホンケースのロゴですね、ここの前面のロゴが、印刷になっていて、ガリガリ手でやって剥がれちゃうほどではないかなと思うんですけども、フラッグシップのですね、エリート 85T とかですと、ここはですね、ちゃんと彫られていたりして、しっかりとしているんですけども、こちらはですね、印刷っていうことで、若干ですね、安っぽさはあるかなという感じはしています。ちょっとですね、高級感がないという部分ではあるんですけども、これだけのですね、スペックを搭載しているということもあって、ここはですね、しょうがないのかなという部分があるんですけども、ちょっとですね、ここをピックアップさせていただきました。こんな感じでですね、最後のロゴの印刷なんてですね、別に気になった部分として出すところかどうかっていうのはちょっと迷った部分ではあったんですけども、このエリート5はですね、今までですね、ご紹介した部分でもですね、わかる通り、気になった部分っていうのが少なくて、かなりですね、完成度の高いモデルに仕上がってるなという感じがしましたので、ちょっと無理やり感はありますけど、一番最後のですね、気になった部分なんかもご紹介させていただいたという形になってます。はい。ということで、今回、ジャブラのエリート5をご紹介してきました。今回ですね、ご紹介しなかった操作感なんかはボタンでできてですね、操作ミスもなくしっかりとできますし、アプリでのカスタマイズ性もこれまでのイヤホン同様に、しっかりとですね、細かい部分までカスタマイズできたりとか、外音取り込みも十分ですね、コンビニやスーパーでの会話もですね、可能なぐらいの外音取り込み性能をしているなど、レベルの高いものになっていましたので、安心していただければと思います。このエリート5をですね、買うべきかどうかっていう話をですね、最後にちょっとしていきたいなと思うんですけども、今現在ですね、ジャブラのイヤホンってたくさんのですね、もうモデルが細かくですね、発売されていて、エリート3、それからエリート4アクティブ、そしてエリート7アクティブやエリート7プロですね、さらにエリート 85T と、これだけのですね、モデルがあって、もうたくさんのモデルがあるので、どれをですね、買うべきかっていう話もあると思うんですけども、このエリート5はですね、かなりバランスが整っていて、先ほど気になった部分がですね、あんまりなかったっていう話もした通り、かなり完成度が高いので、ジャブラの中でですね、選ぶんだったら価格もですね、1万円台で購入できますし、いいんじゃないかなと思います。一方で、途中でもありました通り、その装着感の部分で若干ですね、ちょっとサイズが大きいっていうのもあって、運動なんかしたいっていう方でしたら、エリート4アクティブ、もしくはエリート7アクティブですね。このどっちかを購入していただけるといいんじゃないかなと思います。この2つはどちらも IP57 という防水性能をしていて、運動した後ですね、汗かいてしまったという時も水洗いできるというのがメリットの一つになっていますね。通話性能を特に重視したいっていう方ですと、こちらの上位のエリート7プロやエリート7アクティブを選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。エリート5もですね、十分通話音質は良くて、私だったらですね、これでも十分なんですけども、とにかく通話音声をですね、重要視したいっていう方でしたら、エリート7シリーズのやっぱりですね、優れていると感じますので、そちらを検討していただくのがいいのかなと思いますね。で、じゃあエリート 85T はどうなのっていう話ですと、エリート 85T はやっぱり今だとですね、価格も高いですし、スペック面的にも若干ですね、もう古いモデルになってきてしまうので、今はですね、買うのはあんまりお勧めしないかなと思っています。ということで、エリート5はですね、価格も1万円台ということで、割と手に取りやすい価格帯ではありますし、機能面やスペックでも他のイヤホンに比べて、ここが明らかに劣っているという部分がとても少ないですね。かなり隙がなくて完成度が高いイヤホンに仕上がっていますので、ジャブラのイヤホンが欲しいっていう方でしたら、今回の動画参考にしていただいて、どれを買うかっていうのをですね、検討していただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。